皆さんこんにちは、メリーです。今日はですね、堀秀明目指しく現代とですね、こちらの刀やっていきたいと思います。三笠島の作者というとですね、ピンとくる方もいるかもしれません。日露戦争の時の期間の三笠のですね、砲身の鐘を使った三笠島ですとか、あるいは、元帥島の作者として、有名で、また、人気の投稿でございますね。刀の出来も見つつですね、堀秀明いろいろなエピソードを残っております。この人を好きになって、帰っていただこうという回でございます。よろしくお願いします。さあ早速この刀見ていきましょう。まずすごいのは刃文ですね。こうのたれ調にですね、ゆるゆるっとこう始まって、だんだん具の上になっていくというような感じの刃文でございますけれども、素晴らしいのはこの八中の働きですよ。これがすごいですね。金筋とか、それから、砂菓子がもう何重にも重なってですね、もうまさにこう雲海のように、私は見えますけども、これは見る人によってですね、いろいろなイメージ感、価値観ありますから、命名、どういう風に見えるか違うと思いますけども、いずれにしてもすごいですね、これは。なかなか圧倒されるような刃文、そして八中の働きでございます。で、地金の方はですね、一瞬こう見ると現代刀らしいこう無地風の綺麗な地金だなというふうに思うんですけども、ぐっと、近づいてよく見るとですね、しっかりとこう板目に、マサとか木が出てるような感じですね。決してそののっぺりしていなくてですね、地金の方も、しっかり、鑑賞できる、楽しんでいただける作品の一つになっております。大変素晴らしいですね。出来もいいです。期待割れもなくてですね。さすが昭和の名工といったところでございますね。で、あとそうか、彫り物一応入っております。差し表に、ス剣というよりは、あと三股剣ですかね。もう簡略化されたその柄の部分が、彫られておりますけど、で、裏側はゴマ箸という形で、なかなかですね、シャープな演習を受けるシンプルな彫り物が入っております。担当ですけれども、長さもですね、9寸2分ほど28センチちょっとあってですね、迫力ありますしね、かといって身幅もあるんですが、決してこうやぼったくない、非常にスッとした姿も美しい、担当になっております。なかなかどこを見ても非の打ちどころがないような一振りでございますね。でですね、この堀秀明は、昭和初期を代表する名工でですね、刀の出来も素晴らしいんですけども、人柄もなかなか素晴らしくてですね、いろいろなエピソードが残っております。堀井秀明は明治19年、滋賀県に生まれ、師の桜井正次と鎌倉瑞泉寺担当所で作刀。大正7年、日本製鋼室蘭工業所の招聘により北海道に渡る。東証にとって最高の栄誉である元帥刀十振りを宮内省より拝命し、体調不良の中制作に尽力したが、完成半ばにして翌年の昭和18年にこの世を去りました。一つ有名なのは、改名の話ですね。これは昭和8年の5月の年季ですけれども、昭和8年の年末になることをきっかけにこの人が改名するんですね。なぜかというと、昭和8年は皇太子様、今の上皇様ですね、がお生まれになった年でございます。昭仁親王と名付けられました。なので、同じ秋の字を名前に使ってるということが、ちょっと恐れ多いと、同じ漢字を名前に持つのは少しはばかられるということでですね、それで改名してるんですね。俊秀というふうに改名いたします。それから他のエピソードもいろいろとありますけれども、一つは出征少年ですね。戦場に、これから行くという少年に対して、突然訪れてきたんですけれども、無償でですね、刀を差し出す。あげるというですね、なかなか気骨ある好感ぶりをですね、そのまま表すようなエピソードもございます。先ほどの改名の話もそうですけどね、この堀秀明の男ぶり、それから男気みたいなものをですね、それぞれ感じる大変いいエピソードで、実際のところ人望も大変あった人物のようです。
でですね、この刀少し銘に問題があってですね、ため打ち銘が消されているんですね。誰のために打ちました、誰の求めに応じて打ちましたという部分が消されてしまっております。で、これもともと何と書かれていたかというと、遠州王小栗氏樹ですね。遠州小栗氏の求めに応ずでございます。なんで消されてないんですね、スラスラ読めるかというところなんですけど、実はですね、この刀、数年前に他の、刀屋さんで、この銘が消されていない状態で売られていたんですよね。どこのお店ですというのは、許可取ってないで言えないんですけど、調べてみてください。つまりそこで買った方がですね、買った後に、自分で銘消ししたということなんですよね。銘消しした上で、再登録、再鑑定、鑑定書がついてますからね。そして、研磨、白鞘と刃履きの新調をそれぞれ行ったようですね。この状態見る限りですね、持ち主としては相当大事にして、お金もかけてですね、手もかけて、綺麗にしていますから、それに思い入れがあったんでしょうけども、ちょっと目が消されているのは残念に感じる方もいるかもしれませんね。研磨の状態はですね、先ほどアップの画像で見ていただいた通りなんですけれども、それ以外もなかなか面白いことになってるんですよね。まずこの白鞘についてはですね、非常にトラフですね。これがもう、写真でも見てわかる通りにものすごいバーッとこう入っていてですね、正めに取るよりもトラフを出ているものを自ら選んだないし、特注品っていうような形でですね、依頼したものだと思われます。すごいですね。これぐらいゴリゴリに出ているのはあまり見る機会ないかもしれません。でですね、その刃履きの方もこれはまた銀ペじゃなくてですね、素赤で作られているっていうのはちょっとセンスを感じるんですよね。非常にいい色の素赤、銅刃履きですね。で、刃側だけ、これが金色に、金と金でですね、彩られていて、なかなかこれもちょっと洒落ていてですね、なかなかこだわりを感じるところでございます。それぞれなかなか面白いものがついております。新しくなってるのはやっぱり嬉しいかもしれませんね。で、銘消しについてですね、少し話をすると、人の名前が入った刀っていうのは、特に現代刀に関しては周り好まれない傾向があるんですよね。実際その目を消してしまうというのも特別珍しい話ではないんですよ。気持ち的にはね、人の名前が入ってたら何となく嫌だっていうのは分かるといえば分かるんですけれどもね。逆にですね、これが古刀とか神刀になってくると、これはまた来歴の手がかりになるというかですね、資料的価値がちょっと生まれてきて還元される雰囲気まであるということが言えるんですよね。なかなか不思議なものです。同じものなんですけどね、同じため名なんですけども、見方は全然変わってくるというところもあります。そういう意味ではですね、この現代刀のため打ち名、ため名というのも100年後とかにもしかしたらですね、そういった資料的価値、誰が持っていたのか、来歴がはっきりして嬉しいということになるかもしれませんので、そういった長い目でですね、見ていただいて、消さずに、広い心でですね、所持していただけるのが、一番いいのかなとは、個人的には思っております。ということで、今日の堀井秀明の界隈上でございます。ではまた。